はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はフェニックス富良野さんっていう、割とね、長期滞在向けのホテルになりますが、こちらをご紹介したいと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。お部屋の場所はエレベーターを降りてこんな感じで、今日は609610のお部屋になります。では早速行ってみたいと思います。まず入ると右側にスリップなどありますが、ここで靴脱いでくださいって言われてます。はい、では行ってみたいと思います。で、まず右側ですね。ここが簡単なクローゼットスペースになってます。アイロン台とかアイロンとか、下に掃除機もあります。長期滞在用にっていう感じのお部屋なので、掃除機があったり、荷物を置くところもあったりします。で、これは今ハンガーないなと思いましたが、こちらにハンガーもあります。金庫もこんな感じです。はい。で、左側に、水回りですかね。お手洗い、洗面台もあります。で、アメニティはこちらに一通りあります。で、今回はドライヤーも置いてあるので、こんな感じでパナソニック製です。はい。こんな感じ。で、
閉じるとこんな感じ。コンパクトにまとまってますが、清潔感あっていいかなと思います。あとはこれはタオルウォーマーですかね。タオル温めることもできます。はい。アメニティはこんな感じです。はい。まあいいですよね。おしゃれな感じで良いのではないかなと思います。はい。お手洗いです。お邪魔しました。はい。閉じます。よいしょ。で、お部屋は今日はこんな感じでリビングルームがあるタイプです。こちらに1つ目のベッドあります。ちょっとね、和っぽいテイストがあって、でもちょっとかっこいい感じもあって、はい、ミニマリスト感もある空間で、間接照明もおしゃれでいいんじゃないかなと思います。はい。で、これは、ダイニングテーブルみたいな感じですかね。で、長期滞在向けということで、冷蔵庫もバッチリあります。あ、冷たい。まあ、そりゃそうか。冷蔵庫ですもんね。まあ、ここは空になってるので、買い出ししてきてって感じですかね。はい。で、こちらにキッチンあります。IH です。で、下はオーブンになっております。ここ開くのかな。はい。こちらにキッチン道具も玉とかあったり、キッチン、これは、鍋持ち、はい。ディッシュとかもあります。この辺に、はい、カトラリー系あります。包丁もあります。まあ、一通りありますね。ここは開かないかな。下はゴミ箱になってます。右は、ここに鍋とかボウルとかあります。はい、こんな感じになっております。いや、良いですよね。こんな感じの。照明も可愛い。はい。で、今日はバルコニー付きで、開けると虫も入っちゃうかもなので、こんな感じで、富良野のスキー場の目の前です。ということで、ウィンタースポーツシーズンですかね。スキー、スノーボードやられる方は、本当に目の前がスキー場なので、最高の立地かなと思います。これ、お子様がね、いらっしゃる方とかは、ここからね、子供が滑ってるのを見れたりとかもするかもなので、大人は部屋に戻って休憩、子供はまだまだ滑るなんてこともできるかもですね。はい、こんな感じ。で、ベッドサイド、一応行ってみます。ベッドサイドは、これは、あれかな、コンセントは、もうここでは期待しないでくるタイプかな。ぽいです。一応ベッドの間接照明の方も行ってみましょうか。こんな感じなので、もう充電はこちらでしてくださいという感じですね。はい。で、コネクティングルームみたいになっていて、ちょっとスイートっぽい感じですかね。2ベッドルームということで、2つ目のベッドルーム、こちらにあります。こちらからもバルコニーに出ることできます。はい、こんな感じ。で、こちらは、ベッドサイドは、こちらも、ダメかなはい。ダメかなとか言っちゃダメですけど、コンセントはないタイプです。なので、まあ、コンセントはその下とかにもあるので、取るか、っていう感じですかね。はい、そちらのテレビのサイドにはコンセントあるので、こちらで取る感じかな。はい、こんな感じ。コンセントは下にもあります。なので、充電がね、ちょっとベッド脇でやるには、ちょっとここは弱点かもですね。はい、こんな感じです。で、こちらのお風呂はこんな感じ。こちらはシャワーブースのみになっているので、まあ、この辺はね、うまく使い分けてって感じですかね。はい、こちらにドライヤー、同じですかね。パナソニック製かな、はい、のあります。あとはアメニティも一緒かなと思います。はい、まあ、こちらからも入ることできますので、鍵は両方いただいてます。はい、こんな感じで、こちらももう一つ、クローゼットあります。よいしょ。こんな感じですね。あとはミニバースペース。こちらの部屋はここがミニバースペースになっているので、ってことは向こうもテレビの下がなってたのかな。こんな感じ。こちらの部屋にも冷蔵庫あります。こちらは空です。はい。煎茶。これどうなってるんだ。この辺は空かな。こちらに、グラスとかコーヒーのネスプレッソのやつ、ケトルあります。ここは空です。向こうの一応ミニバー探しましょうか。ってことは、ここかな。
ミニバー、あれなってない。あれミニバー、ちょっとこちらの部屋のミニバーどこかちょっとあはっとこう言っちゃいましたけど、探してみたいと思います。あれ、あ、もうここか。で、まあ、ここにお茶と、ちょっとさっき見落としてましたね。はい。コーヒーあるので、こちらでって感じですね。はい。ということで、今日のお部屋は、こんな感じのお部屋です。もう一人では贅沢ですね。あ、よかった、発見して。こちらに、炊飯器、まあ、ケトルもありますし、はい。ドラム式の洗濯機、乾燥機付きのですね、あります。これ嬉しいですよね。はい。ということで、こんな感じのお部屋になります。はい。では、この後はちょっとホテルの感想とかお話したいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい。よろしくお願いします。今日は北海道富良野市ですかね、にあります、フェニックス富良野さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、立地は富良野のスキー場の目の前という感じで、富良野駅からも車でまあ3分4分5分くらいかな、5分くらいの距離感になります。新千歳からだと、レンタカーで最短で2時間から2時間半ぐらいはかかるかなと思いますので、まあ、レンタカーで、ね、北海道のドライブを、ね、しながら来る形になるかなと思います。で、今回はちょっとせっかくなので、私が観光したスポットとかを割とね王道を今回は巡りましたが、そちらもご紹介したいと思いますので、後半ちょっともしよかったらお聞きいただければと思います。はい。で、こちらのホテルはまあ、目の前にねスキー場があるということで、まあハイシーズンは冬ですねということで、今回私宿泊しましたが、もうほとんどお客さんはいなかったんじゃないかなと思うんですけど、で、私としては北海道は今私は10月の中旬に来てるんですけど、紅葉が、車走ってるところはねあって、山はね雪がかかり始めて、まあ、写真としてはねとても美しい季節なので、景色を見るのが好きな方はホテルも安くて空いていて、レンタカーとかもね価格がお手頃で、かつ観光地もねあまり混んでないので、実はスキーしない方、スノーボードしない方、もしくは景色が好きな方はこの季節は私のとしては、ね、結構ベストシーズンじゃないかなと思いますので、はい、もしよかったらね、そんなのも聞いて魅力的だったら来ていただければと思います。はい。で、こちらのホテルはお部屋のね様子も見ていただいて分かるように長期滞在向けということで、冷蔵庫があったり、キッチンがあったり、洗濯機がねあったりということで、何泊もして北海道を楽しむのに向いてるかなと思いますし、まあ1泊2泊でもね楽しめるかなと思います。で、北海道は割とねこういう長期滞在向けのホテルは多いので選択肢もあるかなと思うんですけど、まあフルサービスのラグジュアリーホテルから、まあ、ちょっとねお部屋に重点を置いていて、お部屋以外は割とねもう動き回りやすいように、まあ、サービス型じゃないというか、割とねもうレセプション対応ぐらいっていうところも多いと思うので、まあ、この辺はね自分の好みで決めていただければいいかなと思います。はい。で、こちらのホテルはまだ新しいので、なんといってもね綺麗というのが素晴らしいなと思いますし、立地も、とても良いので、コンビニエンスストアも歩いて5分ぐらいのところにありますし、まあ、車で行けばね本当に車で行く必要あったのっていう距離感でねあるので、ちょっと買い出しに行くとかもしやすいかなと思いますし、5分10分降りて富良野の街に降りていくと飲食店もありますし、いろいろねこう街にあるようなショッピング施設もたくさんあるので、まあなんかあまり田舎に来てるという感じはねしない場所かなと思います。はい。という感じで、まあこれはこれでねいいかなと思います。私は今日は写真を撮りに来るのがメインになっているので、十分、ね、満足できる、施設だったかなと思いますね。はい。まあそんなサービスもね必要なかったので、はい、快適に滞在できました。はい。で、今回はちょっとね、私が行ったね、観光施設行こうかなと。施設じゃないですけど、まあ景色が綺麗な場所ですね。で、北海道によく来る方、北海道にお住まいの方とかはもう王道ね今回ついてるので、あまりまあ行くよね最初は変なところなんですけど、私は北海道自体は何回か来ていて、まあ、景色を撮りにも結構来るんですけど、
まあせっかくなんでね、王道をこの季節、紅葉と雪山が一緒に撮れるタイミングで来たかったので、割と王道を回ってきました。で、まず最初に、新千歳から旭川まで向かいまして、旭川から美瑛とかを通ってホテルまで南下してくるっていうルートを通ったんですけど、まあ美瑛はね、北海道らしい景色の代表地とも言ってもいいぐらい、いろいろなね、こう景色がありますし、こうスポットじゃなくても、車でね、向かう最中にはちょっと車を止めて写真撮っちゃいたいなっていう場所がたくさんあるので、まあもう何のね、計画もなく、時間がある方は、のんびりぐるぐる回ってね、ちょっと車止めて写真撮るとかも楽しいエリアかなと思いますが、今回私が行ったのは、セブンスターの木のとこですかね。セブンスターは、まあ、セブンスターですよね。タバコのセブンスターの、CM とかで使われたのかなっていうのと、スカイラインのね、ケンメリの木とかがあるんですけど、私は今回セブンスターの方が撮りたかったので、セブンスターの木の方を撮ってきましたが、まあこんな感じ、北海道らしいですね。で、この辺りから美瑛のね、丘越しに、十勝連峰の山々が見えるので、その写真も載せようと思いますが、もうどこでもね、見えちゃうので、ちょっと気になるとこあれば車もそんなに走ってないので、ちょっとだけ止めて撮ってもいいかなと思います。はい、こんな感じのところに行きました。で、その後は、青池ですかね。まあ、これも王道かなと思いますが、ちょっとね、紅葉の木の色が入った青池撮りたかったので行ってきました。で、こちらは、池のね、青さが天気にかなり左右されるので、天気予報との戦いかなと思いますが、何泊かすればね、どこか晴れそうなタイミングを狙うのはね、いいかなと思います。冬になってしまうとなかなか晴れなくなるかなとも思うので、この時期はね、意外と天気予報も晴れが多くて良かったなっていう感じがします。で、十勝の山々と丘とか、もしくは青池とか、メインの観光地は実は、西日の方が綺麗に入るので、巡行になるので、午前中よりも午後の方が景色が綺麗になるので、狙い目は午後ですね。なので、泊まりに来て、午前中だけ観光して、他の場所に行くっていうよりは、どこかに寄りながら、昼から夕方ぐらいにこちらに着く方が光の当たり方が綺麗なので、色も鮮やかに出ると思いますし、空の色もね、太陽が逆側にあるので、青く綺麗に出るので、白飛びしちゃうってことも少ないかなと思いますので、こちらはね、こうカメラマン目線で行くと、午後が圧倒的におすすめのエリアですね。まあ、これは夏でも冬でも変わりないので、ちょっとね、そんな風に予定を組んでいただくと、写真はね、綺麗に入りやすいかなと思います。で、夏は、昼間になってきてね、暑くなってくると雲がかかりやすくなるので、朝の方がクリアにね、こう、晴れやすいっていうのはありますけど、秋は一日中ね、晴れる日は晴れますし、後半になると雲がどいて、綺麗に入るっていうことも多いので、昼間ちょっと雲が多いかなぐらいだと、夕方ぐらいまで粘ってると、雲が晴れるってことも多いので、まあ、そういうタイミングを狙っていただけるといいかなと思います。はい。ということで、青池行ってきました。はい。で、その後は、富良野に、なんていうお店だったかな。ちょっと、まあ、これ調べてた時間なので載せようと思いますが、以前来た時にね、ローストビーフが美味しいお店があったので、そちらにね、ローストビーフ丼を食べに行ってきました。で、こちらは、ローストビーフ丼だけではなくて、ステーキとか、割とね、お肉のメニューとかありますし、すき焼きとかもありますし、魚、魚介類とかのメニューもあります。ホタテとか、まあそういうのもたくさんあるお店で、外観は、ちょっとね、知らなかったら入るのに勇気がいるお店なんですけど、入ってみると雰囲気はとてもいいので、お酒が好きな方、海鮮が好きな方、お肉が好きな方、この辺りがね、好きな方ならどなたでも、美味しかったなっていうお店ですので、ぜひね、こちらも、来ていただければと思います。はい。ということで、まあ、ちょっとね、美瑛周辺を行ってみたのと、青池行ってみたのと、こちらのローストビーフ丼食べに行ってきたよっていう感じですね。で、次の日ですかね、次の日の朝に、またちょっとね、朝の写真も撮りたかったので、いろいろ行ってきたんですが、まあ、代表的なね、クリスマスツリーの日ですかの美瑛のスポット行ってきましたので、こちらはね、冬になるとより美しいので、こちらは冬をね、また狙いに行きたいと思いますが、誰もいませんでした。ということでね、この季節は、やはりね、こう観光としては、北海道はそんな押してないのかなと思うんですけど、もっとね、秋の北海道を押していいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、冬にね、備えちゃうかな。はい。で、今年は割と暖かくて、10月中旬で紅葉がね、割とベストなタイミングにもハマってるんですけど、本当はもう少し早いんじゃないかなと思いますので、その辺ちょっとブレるのでね、
2週ぐらいかな、2週目から3週目ぐらい、10月の、が、紅葉と雪山が見れるベストシーズンかなと思いますので、もしね、もう今年は終わってしまうと思うんですけど、来年こういうタイミングに興味がある方はね、時期も参考にしていただければと思います。はい。では、今日はフェニックス富良野さんでしたね。名前もちょっとまるで不死鳥のごとくかっこいいですが、はい。ということで、またね、北海道も定期的に来たい場所なので、いろいろなね、ホテル泊まってみたいと思います。はい。では今日はこんな感じで終わると思います。失礼します。